こんにちは。皆さん、遺伝的アルゴリズムは好きですか？私は過去に、色々なことを遺伝的アルゴリズムで実験してきましたが、今日も、この子を遺伝的アルゴリズムで成長させたいと思います。こちら、芋虫くんです。関節が全部で9個あり、すべての関節、Z 軸周りにマイナス90度から90度まで曲げることができます。そしてその時の、力の入れ具合も、変更することができます。ということでこの芋虫くんを、遺伝的アルゴリズムを使って前進させてみたいと思います。では行こう。まずは、芋虫くんを100匹用意します。今回の説明は、フローチャートで順に見ていきましょう。作ります。新規作成を選んでフローチャート、白紙から作ります。スタートして、まずは初期個体を用意しましたね。こうやって作っていきます。さて、この芋虫くんですが、各関節の目標角度と、力の入れ具合を、遺伝的アルゴリズムで調整します。開始します。最初はランダムな遺伝子を生成します。今回は 0.1 秒ごとに各関節を曲げ、10個の姿勢を繰り返します。メモします。個体数は100匹。遺伝子の長さは、関節の数×パラメータの数×姿勢の数で180ですね。10秒後、各芋虫くんの進んだ距離を見ます。各個体の進んだ距離を計算するのが適応度の評価です。ということで、フローチャート的にはこんな感じですね。メモも入れておきましょう。適応度の評価の後、終了条件を満たしていればそこで終了、満たしてなければ次に進みます。今回の終了条件は、工事がプログラムを止めたらです。進んだ距離を見てみると、各個体様々ですが、その中でも、優秀な2匹を選びます。これを選択と言います。選択した2匹から、新たに次世代の子供を作ることを交差と言います。次世代の子供は、一定の確率で突然変異を起こします。フローチャートはこんな感じで完成です。選択や交差、突然変異は様々なやり方がありますが、今回使ったのを軽くメモしておきます。出来上がった子供でまた10秒歩かせて、進んだ距離を見て、優秀なのを選んで、と繰り返しまくるのが遺伝的アルゴリズムですね。では、実際に進化の様子を見ていきましょう。リアルタイムだと日が暮れるので、早送りしつつ。10世代目で、すでにいい感じに前進はできていますね。ちなみに、もうちょっと詳しく、遺伝的アルゴリズムを知りたい方は、昔、がっつり説明した動画があるので、概要欄に貼っておきます。ではこのままどんどんいき、50世代目を見てみましょう。どうでしょうか？私もマジですごいと思いました。適当な動きではなく、きちんと波打つように進んでいます。普通に自然界にもいそうな動き方ですよね。このまま、今回は200世代くらいまで進化をさせてみました。その結果がこちらです。すげー、やはり、波打つように進む感じに進化をしましたね。遺伝的アルゴリズムは、ランダムから生まれる、最適解の近似解のようなもので、最初からやり直すたびに、違う結果が生まれます。ということでもう一回試したのですが、波打つように進むことに変わりは出ませんでした。遺伝的アルゴリズムもかなり奥が深く、工夫し放題で楽しいですね。もっと遺伝的アルゴリズムで動画作ろうと思いました。ところで、今回説明で使ったフローチャートは、エドラマックスというソフトで作りました。今回のような簡単なフローチャートはもちろん、テンプレートや素材がかなり豊富で、使い方もドラッグ&ドロップで簡単です。素材のカスタマイズも可能で、自分の発想をすぐに具現化できて面白いです。ぜひ皆さんも使ってみてください。